안녕하세요、ココロです。はい、今回はシミ治療の続きということで、また2回目、3回目の手術を受けてきたんですけど、なんと私韓国でカメラをなくしまして、2回目の手術の動画がそこに全部入ってたので、データを全てなくしてしまいました。せっかくめちゃめちゃ丁寧に手術していただいたし、視聴者の皆さんにも私の手術を受けてる過程を全部お届けしたかったんですけど、もうデータ自体を復旧できないっていうことになってしまったので、今回は2回目と3回目の手術を合わせてレポートしていこうと思います。本当に悔しい。で、3回目の手術はそのカメラをなくした後にしてもらったので、その時のデータはあるので、主に3回目の手術をお見せしながら、2回目に受けて変化があったところと、3回目でどのように改善していたかっていうのをお見せできたらなと思っております。1回目の動画を見ていただいた方はご存知かと思うんですけど、私小さい頃からほくろがもう大量に顔にあって、それを中学生、高校生って学生の時代に普通の皮膚科でほくろを除去してもらったんですね。ペコスポットっていう手術だったんですけど、ペコスポットは3回以上当てると色素沈着になる可能性が高くって、3回受けてそれでも薄くなかったらもう違う手術にしないといけなかったのを私は知らずに、もう何十回も受けてしまって、結構濃いめの色素沈着がいっぱいできてたんですけど、それを除去したくって韓国でクリニックを探してたところ、ザ・ウェルネスクリニックさんっていう高速ターミナルにあるクリニックさんが、そういった色素沈着に特化したシミとかほくろの治療をしていて、そこのクリニックさんに相談したところ、3回で消せますっていうことだったので、3回通わせていただいたんですけど、1回目の手術ではリポットレーザーって言って再生テープを2週間ぐらい貼り続けてシミを一気に剥がすっていうものを受けたんですけど、1回目のリポットレーザーで消えきらなかったほくろと、まだ濃いから次ほくろ用のレーザーで取ろうっていうことで残しておいたほくろがあったので、2回目の手術に行ってきました。1回目の手術内容が詳しく見たいなって方はぜひ前回の動画を見ていただければいいなと思うんですけど、今回は2回目3回目の手術をお届けしようと思います。では撮れてた動画からお見せしようと思います。どうぞ。カウンセリングの前に化粧を落として機械で肌の状態を見ていくんですけど、私はこれから出てくるシミ予備軍はほとんど乾パンということでした。本当にもういたちごっこみたいな感じで、ほくろの治療後もシミとの戦いが続くと思います。なぜか撮ってた手術後の姿です。こんな感じでパックをして一個一個再生テープを丁寧に貼ってもらって終了です。2回目の手術はエクセル V とアビオミアグっていうレーザーが一つになった色素のパッケージを受けたんですけど、完全にほくろ取りのした感じの長めのダウンタイムがあったんですけど、私の想像してたほくろ除去の手術ってかなり掘るっていうか、ほくろの芯まで取らないといけないので結構深く削るイメージがあったんですけど、今回の手術は色素沈着の治療だからかな、そんなに深くなくて傷跡はすぐ治りました。でも結構赤みこんな感じで、今3回目の手術が終わったんですけど、赤いほくろみたいな感じになってしまって、この状態になってから皮膚をまた再生させて新しい皮膚を作ってシミが薄くなっていくので、綺麗に消えるまではかなり時間がかかります。なので受ける前よりちょっと濃く感じるかなと思うんですけど、根元から多分しっかりレーザーを当ててくださってるので、このダウンタイムが終わればめちゃめちゃ綺麗になるんじゃないかなと私は思ってます。なんかね、普通のほくろ除去を受けてる方で多分 CO2 レーザーとかだと思うんですけど、1年ぐらいかけて直してる方がいらっしゃったので、このほくろ除去の後も結構時間がかかるかなとは思ってます。 CO2 とかアビオミアグレーザーって結構深く掘るタイプのレーザーなので、赤くなってしまったシミみたいなのが長期間続くと思うんですけど、それに適した手術があるっていうのをカウンセリングの時に聞いて、じゃあ3回目はそれを受けようっていうことで今回行ってきました。では3回目の映像をどうぞ。乾燥してます。乾燥してます。じゃあ、こういった機械
剤を使って水光注射を一緒に入れてされるといいと思います。中が乾燥してるから赤くなってる部分もあると思うんですね。ジュベルックとリジュランって一緒にできるもの？全然一緒にしたらもっといいですよ。本当ですか？リジュランはインナードライに良くて、ジュベルックは表の毛穴とかがつるんとされるやつなので、表と中が全部に栄養を与えることになるからすごいいいです。ということで、私が肌手術の中で一番恐れているスキンブースター2種類を受けることになりました。肌手術の前に前回も受けたピンクブースターっていう点滴も打ってきました。これは疲労の回復だったり、あと肌治療の傷跡のケアにも効果的な点滴です。韓国はこうやって点滴の種類がたくさんあるので、ぜひ皆さんも受けて帰ってみてください。点滴を入れながらお部屋を移動して、今度はリジュランを開けるところも見せていただきました。大仏さんですかっていうビジュアルなんですけど、まずはキュアジェットから打っていきます。1回目にも受けたことがあるので、これが2回目になるんですけど、この白い機械がキュアジェットっていう機械で、スキンブースターを肌に風圧で入れていくっていう新しい機械になってます。この一緒についてる注射みたいなやつがジュベルックです。これ前回受けた時に本当に感動レベルでめちゃめちゃ肌の調子が良くなって、手打ちやとかさぶたとかができたりダウンタイムが長かったりするんですけど、キュアジェットは風圧で入れるのでダウンタイムも短いし、痛みも手打ちより少ないので、私は受けるんだったら断然キュアジェットで受けたいなと思います。ずっと打ってると痛くはなるんですけど、ポテンツァとかの痛みを耐えられる方だったら全然大丈夫だと思います。そしてポテンツァみたいに針が何本かついたダーマシャインプロっていう機械で水光注射とリジュランを入れていきます。機械打ちはこうやって一気に入れられるのがいいですよね。手打ちの方がやっぱり効果を感じやすいって言うんですけど、私的に痛みを耐えるぐらいだったら痛さのマシな機械打ちを何回か受ける方がいいかなとは思います。手術直後はこんな感じで痛々しい見た目にはなるんですけど、でも3日4日したらつるんとはしてたので、ダウンタイムはそんなに長くなかったです。そして3回目の手術が終わってこんな感じになりました。今その手術を受けてから1週間経ってダウンタイムはもうほぼ終わったかなっていう感じです。今回リジュランとジュベルックのダブル打ちをしたので、すっごい肌ツヤがめっちゃ出てて、個人的に今史上最高に肌のツヤ感があるんじゃないかなと思ってます。シミについてなんですけど、まだ受けたばっかりなのでわからなくって、でもなんか直後からこの辺にあったシミはかなり薄くなったんじゃないかなって私は思ってるんですけど、まだ赤みは全体的に結構ありますね。このツヤ感はね、リジュランとかを受けないと多分手に入れられないので、このダウンタイムだけじゃなくって肌が乾燥して気になるなっていう方はぜひリジュラン、ジュベルックもダブル打ちしてみてください。めっちゃいいですね。今が一番綺麗な気がします。今回は手打ちじゃなくってポテンツァのような針のついた機械で受けたので、ダウンタイムもめっちゃ短くって3日ぐらいしたらもう全体的にかさぶた自体は取れてたと思います。でこの1週間でこんな感じになれますほくろ取りを受けて赤みが出て悩んでるって方はぜひスキンブースター一緒に受けてみてください。当分私トーニング系を受けれないと思うんですけど、こうやってスキンブースターでちょっとずつ中から保湿して傷を早く治すっていうのをやってみようかなと思ってます。ということで今回は2回目と3回目の手術のレポートでした。また数ヶ月経った時に薄くなってくるとは思うので、経過を観察して皆さんにお見せしようと思ってます。そしてこのダウンタイム中にもっともっといい手術が見つかれば、そちらも合わせてお届けしようと思ってるので、また楽しみに待っててください。こういったシミとかほくろの治療ってかなり長い時間をかけて治療していかないといけないと思うので、少しでも皆さんの参考になったら嬉しいなと思います。あと1個だけ、私がこんな感じで動画を載せてるので、私がちょっとやってない種類の質問をいただくことが多いんですけど、それはぜひクリニックさんに直接問い合わせていただ
だくとすっごい丁寧に LINE で返信していただけるので、よかったら公式 LINE を追加してみてください。私が間違った情報をお伝えしてしまうと、最短で手術できたものがめちゃめちゃ遠回りの手術になってしまったりするかもしれないので、手術に関する詳しい内容はクリニックさんにぜひ問い合わせてみてください。ではまた次の Vlog でお会いしましょう。アンニョン。